いらぬ心配だ。まあ、なんだ。ああ、そんなところかもしれん。どうした？いきなり。気のせいだろ。あまり里いというのも困りものだな。こんなことは自分の胸の内に留めておくべきことだというのに。そんな心配そうな声を出すな。大したことではないのだから、少しばかりな。夢見が悪かったというだけだ。ああ、今日は用事を早く済ませてさっさと床に着いたのだが、夢のせいですぐに目が覚めてしまってな。つまらん夢さ。昔から血まみれになった自分が死者たちに罵倒されるという夢をたまに見ることがあってな。その夢を見るたびに思うのさ。自分は呪われているのではないかと。何しろ罵倒してくる死者たちの中には敵だったものだけでなく、戦で散っていった味方の顔もあるのだから、まあ奴らに恨まれるのも無理はない。一軍を率いる将としての私の命令は、敵だけでなく時には味方の命までをいたずらに奪うことがあるのだし。分かっているさ。それは誰かが請け負わねばならぬ役目なのだから、命令を下すことに迷いもなければ後悔もない。だが多くの命を奪っているという事実に変わりはない。そういう罪の意識が呪われているようにしか思えぬ夢を見せているのかもしれん。まあその夢を見て起きると気分も悪く汗だくで、こうして水浴びでもしたくなるというわけさ。
大丈夫？お前が皆を引きつける理由が改めて分かったような気がするな。そろそろ引き上げるとするか。お前に背中を借りていたおかげで少しは体も温まったことだしな。いや、じゃあな。お前もあまり遅くなるなよ。心配いりませんよ。はい。申し訳ありません。盗み聞きのような真似をして。ですから、それは心配いりませんよ。健介殿の言葉のおかげで、美月様は晴れやかな笑みを取り戻されたじゃないですか。健介殿はもう少しご自分の言葉に自信を持つべきだと思いますよ。それにしても私はどちらを焼けばいいのやら。ああいう時の美月様の相手は昔から私の役目だったんですけどね。健介殿は本当にたらしなんですから。では私はこれで。おやすみなさいませ。